朝廷での出来事がこれほど早く戸に広まるとは、おそらく長公子の仕業であろうな。そうだとしたらなんだ。前世で陳はお前に欺かれ、天元を打って万人に罵られるだけでは済まなかったのだぞ。こんにちは。お前にも味わわせてやろう。この屈辱の味をな。私がお前を義いたことなどない。お前にはもともと帝王の相などなかった。私が関運術を用いて運命を切り開いてやらねば、女帝の座まで上り詰められたと思うか。ついに認めたか。お前も銃なしたということを。知らぬとでも思ったか。お前は奪っただけだ。走行のぞの手柄をな。奴が死ぬ間際、真実を教えてくれたのだ。さもなくば、奴が死んで早々に、お前の関運術が失われるはずがなかろう。それは私が関運術で、お前のために天気を覗きすぎたからだ。故に天命の判税を受けたのだ。走行輪は、私を陥れたに過ぎぬ。ただの嫉妬だ。それを私ではなく、あんな奴を信じるとはな。誰を信じるかなどは、重要ではない。重要なのは、誰が陳を助け、千秋万代にわたり繁栄させるかだ。前世では、お前に敗れたが、今生では、当然、奴を信じることにした。もっとも、お前が信じているのは、いつだってお前自身だけだがな。今日、陳がお前の名声を汚すのは、分からせてやるためだ。余計な気を起こさぬようにな。身の程知らずの妄想は。やめなさい。陳も昔の情を忘れてはいない。でなければ、とうに命はなかっただろう。肝に銘じておくがよい。陳が与えたこの事件。殿本、これ以上占ってはなりませぬ。国運を背えば、天命の判税を受けます。お目が見えなくなってしまいます。このままでは、命まで落としかねません。青子。急ぎこの戦火機を、女帝兵元の元へ届けよ。早く。ジャーク様、目から血が流れています。構わぬ。早く届けに行くのだ。早く。はい。私は国士であり、さらには皇夫でもある。女帝兵元の憂いを除くことは、当然の務めだ。青子。やめるでない。しかし女帝兵元は、弱葉の献身を全くご存知ありません。ジャック様、何と言われようと、弱葉のお体の状況をありのままに奏上いたします。青子、お前にはわかるまい。人を愛するとは、見返りを求めぬものだ。女帝兵元は日々政務に追われ、多忙を極めておられる。私の些細なことで、兵元を煩わせたくないのだ。しかし、これは大凶だ。国運は衰退の一途をたどる。経門は閉じ、旧門が開く。交流淵に陥り、大いなる夜が天を覆う。殿本。ジャック様、まさか、こんなことが、ツバメ国の運気は本当に尽きてしまったのか。殿本。女帝兵元のためならば、たとえこの命を賭けしてでも、天命に逆らい運気を変えてみせる。青子、早く筆を用意せよ。息があるうちに、女帝兵元のために、
雲国策を書き上げるのだ。早く。その必要はない。女帝兵元。私の体のことはご心配なく。私はまだ持ちこたえられます。今更、よくもこれほど嘘を重ねられたものだ。宗司、これ以上私を欺くつもりか。兵元。私は隠し立てするつもりはございませんでした。好みを捧げることで、国運の衰退を覆せるのであれば、あなたのために全てを捧げます。そなたは関運術など全く介しておらぬ。そなたは私をあまりにも無残に聞いたのだ。兵元、なぜそのようなことを聞いるのですか？私たちは幼馴染ではありませんか？私が支え、あなたを燕国随一の女帝へと導いた。どうしてあなたを欺くことがありましょう？ですが、おそらく私はもうあなたのために叶うことは叶いません。黙れ。お前が水泳なくなったのは、お前の弟、宗光林がすでに死んだからだろう。もうあいつの占いの結果を盗めなくなった。兵元。ご明察を。国司は燕国のために、心血を注いで来られました。天命の犯罪を受けると知りながら、顧みることなく占いを行い、国策を案じてきたのです。そのような御方が、他人の占いの結果を盗むはずがありません。宗光林がどうしたというのだ。掃除よ。白々しい芝居はよそ。宗光林は、すでにすべての真実を陳に告げたのだ。貴様はただの先代国師の養子に過ぎん。誠に国師の伝承を受け、漢はこの術を心得ているのを、紛れもなく、宗光の座の方だ。兵元、誤解でございます。私は兵元に誠心誠意尽くして参りました。貴様はただの嘘にまみれた詐欺師だ。陳を長年欺きおって、笑わせるな。兵元。国司の口元から血が、これは、天命の犯罪に相違ありません。この方こそが、国司の継承者なのです。兵元、早く太陽を呼び救ってください。さもなくば、天命が心を蝕み、国司の命は長く持ちません。兵元。貴様もあいつも、皆死ぬのよ。ああ。ジャク様。よそ。20年この中でありながら、まさか、このような結末を迎えようとは、兵元、私を信じぬのなら、私を殺せばいい。だが、青子に罪はない。あやつのために誠意願う資格があると思うか？あやつが今日犯した罪は、すべて貴様のせいなのだぞ。者とも、城をヘレンコせよ。兵元、ご明察を。国司に兵元を欺く意図はございません。兵元、どうかご明察を。青子。兵元。水地は流煙に沈み、大いなる夜が天を覆う。大いなる夜が天を覆うのだ。黙れ。ははははは。そうか。長き夜、ハキ様のせいで始まるのか。この毒入りのワインを飲め。私を追い詰めないでくれ。死ぬべき人間は、私ではない。私ではないのだ。兵務、お命だけはお助けを。掃除、死ぬべきなのは、お前だ。これが皆にとって最善の結末なのだ。お前は、宗公のゾモの道連れとして遵守すべきだ。兵元、私は倉庫を覗から奪ったことなど、一度もない。占いの結果を。だが、
国運を占うことは自死も同然。口ではいつも、私に寄り添うと言いながら、なぜ今になって、一言の真実さえ、私にはなそうとしない。私が言ったことは全て真実だ。真実とは、自らの悪行を隠蔽するために、総光輪を毒殺したことか。彼は常に陰で、私を支えてくれた。私を定位につかせてくれた誠の功労者は、河野座なのだ。今や私は、万民の頂点に立つ女帝となったが、それが何になる。私に尽くしてくれたものを、守ることさえできなかった。そうじ、貴様の罪は万死に値する。私は宗公のゾニ毒など盛っていない。彼は自筆で遺書を残し、すべての真相を明らかにした。仙台国師も自ら認めたのだ。お前はただの養子に過ぎないと、他に言い訳があるか。もし私が、仙台国師の関運術も私から受け継いだものだと言えば、信じてくれるのか、予想？もういいのだ。ただ、お前を愛してしまった己が恨めしい。お前に愛を語る資格はない。コラン月。最後に一つ聞かせてくれ。これまでの長い年月。私を大切に思ったことが一度でもあるか。いいだろう。今日ここで教えてやる。陳はお前のことなど、一度も心に留めたことはない。それに、お前の死後も、皇夫の身分で、公領に葬ることは許さぬ。陳は総光輪を皇夫に封じ、陳と同じ墓に埋葬する。コラン月。かつてお前に救われたこの命。今ここで、その命を返そう。これより、我らの貸し借りはなしだ。これは、生き返ったのか。そう愛嬌。我が燕国が近年、風順調で国運が隆盛を極めているのは、すべてはそなたの関運術のおかげだ。仙台国師も、高齢で体が衰えてきた。故に陳は、そなたが継ぐべきだと考えておる。この国師の座をな。それから、陳は考えておる。超公主をお前にめとらせようと思うが、そなたの意向はいかがかな？国師を継ぎ、兵元より、賜物婚される。まさか、本当に5年前へと転生したのか。そう殿。いや、殿、何を呆然としておる。二重の喜ばしい出来事ではないか。早く高騰して謝恩せぬか。兵元。秦は、前世では、超公主のコラン月と成婚し、貴様らなど死ねばいい。関運術を用いて、彼女を女帝の座へと導いた。だがわずか5年で、国運は尽き果て、私は彼女のせいで両目を失い、最後は魂の帰る場所もなく、のたれ死に同然の最後を遂げた。その上青駒で巻き添えにし、罪なき命を奪ってしまった。いけない。今生では、何としても、二の舞を演じるわけにはいかない。だが兵元、直々の賜物婚だ。まさか、公然と静止に背くというのか。父上。私はこの縁談には承服しかねます。私はこの縁談には承服しかねます。この掃除は、にはふさわしくありません。どういうつもりだ？まさか、奴も転生したのか？父上申し上げます。掃除は国師の息子ではありません。これまでずっと、裏で、密かに国運を支えていた者は、国師家の次男宗公の座なのです。この掃除は、名声を盗みよう欺く輩に過ぎません。父上、どうかご検察を。総教、超公主の言葉は、
戦術なのか。兵もと申し上げます。張公子のおっしゃる通り、事実にございます。私はもとより、国公府の養子、国士に目をかけられたゆえ、表向きには、身の長なんとされてきました。では、お前は、関運術も習得しておらぬのか。父上、ご覧ください。黙り込みました。掃除。それは、義君の罪だぞ。罪を認めます。兵元。お裁きを。父上、国運術に精通しているのは、国師府の君子である。総降臨です。どうか私と彼に賜物婚のお許しを。許す。掃除、虚栄心に目がくらみ、先代国士の顔を立てて、寛大な処置を戻す。深淵慶を写経せよ。100円だ。乱月と走行のぞの婚儀に、祝祷を捧げよ。そう殿。さあ、感服を脱がれよ。兵元の慈悲に感謝いたします。草田峰は、これにて失礼します。掃除、待ちなさい。掃除、先ほどの調停で、なぜ反論しなかった？お前らしくもない。なぜ反論する必要が？私には国士の秩序などない。こになったことで、かえって気が楽になった。誰もが知っている、この20年間、掃除。お前が私を深く思っていたこと。それなのに、私が倉庫を覗き担ぐと聞いても、何の反応も見せないとは。張公子殿のもと、私はただの庶民に落とされました。我らの身分は雲泥の差。どうかご自重を。しらばくれるの？掃除。お前も10言ったのだな。私は、どの元のおっしゃる意味がわかりかねます。これにて。掃除。お前は皇帝をギーダン。父上に命じて、お前の首を跳ねさせることもできた。昔の情に免じて、見逃してやる。よく覚えておけ。お前は一生、私に命を借りているのだ。ああ、ジオ、やっと戻ったか。大変なことになったぞ。ああ、困った。なんてことだ。河野園バカ息子が直命で婚姻すれば、すぐに超公主に露見してしまう。あいつが関運術を使えぬことが、これは義君の大罪だぞ。元手すれば、旧族皆殺しだ。ジオ、今回は、どうしても、そう家を助けてくれ。そうじゆえ、これは生死なのです。私にはどうすることもできません。最悪の場合は、お前が河野園代わりに、超公子をシュってくれぬか。その時は、わしが説明するから。父さん。ダメだ。父さん。乱月講師は、俺がめとる。俺はになるんだ。黙れ。お前に何がわかる。兵元にはお世継ぎの王子がおられぬ。今最も目をかけておられるのは、超公子様だ。明らかに、超公子様を後継者に据え、女帝に立てるおつもりだ。ならば好都合だ。私が子を夫になれば、そういえば、一族もろとも映画を極められる。ははは。お前という奴は、まったく、超公子様が、お前ごときを、なぜ見初めると思うのだ。それもこれも、お前の関運術を利用して、朝廷を掌握し、天元に意を示すためだ。だが、その神術を、本当にお前は使えるのか？関運術を私に伝授してくれればいい。納得がいかない。俺こそが父上の身の息子だろう。あいつは拾われ者に過ぎない。なぜこれほどまでに偏愛するのだ。そういえ代々の勘は、この秘術を、あろうことか、この野良犬のような奴にだけ教えるとは。もう隠し通せぬな。息子よ、この関運術は、父がお前に教えないのではない。ただ、父自身も、使えないのだ。それは、どういうことだ？それは、あいつが、そう殿。私から話しましょう。
18年前、ソードノは偶然にも、ゴクサムの雪の中で生き倒れていた私と、母を救ってくださった。私の母は諸葛門人の一人だった。ソードノへの命の恩返しとして、ソードノの幕僚となり、関運術を用いて、影から支えてきたのです。ソードの学本の召喚から、一歩ずつ昇進し、国士の地位にまで上り詰められたのはそのためだ。5年前、母が最後の時を迎える際、関運術を私に伝授した。そしてソードノもまた、年寄りて行かれたため、私を朝廷へと送り出したのだ。私が引き続き総家の名を借り、貢献を補佐するようにとな。わかったか。ソードノが私を偏愛しているのではない。総家こそが私を必要としているのだ。お前たち総家が今日の栄光を手にしているのは、すべて我ら星のおかげなのだ。嘘だ。そんなはずはない。お前も母親も同じだ。ろくな奴らではない。父上がエコひいきをしているだけだ。息子よ。掃除の言うことは真実だ。お前が超皇子様をめとるなど、断じて許さぬ。さもなくば我ら総家は、滅亡の危機に瀕することになる。父上、まだあやつの肩を持つのですか。それから、私と蘭月は、すでに男女の仲なのです。彼女は私の女だ。誰にも手出しはさせない。お前まさか、いつからそんなことに。まさかあの二人が、とっくに通じていたとは、前世ではそれとも知らず、あの女に忠義を尽くしていたとは。私から彼女を奪おうというのか。ならば先にお前を殺してやる。旦那様、小公主様がお着きです。掃除。こう望み手を出すと、死にたいようだな。ああ。掃除。降臨はこの私の未来の夫となる奥をよくも傷つけてくれたな。大丈夫です。超公主様。兄上は、もともと家の長子であり、金天官の筆頭でもあります。私を教育されるのは、当然のことでございます。それに、私は卑しい身分、あなたをめとる資格などございません。ですから兄上に、このまま撃ち殺させてください。そう降臨。その質任せを言う口先だけは、そなたの関運術よりも、ずっと達者だな。誤解です。超皇子様。確かに愚足が、不注意でございました。国士よ、そなたが掃除を偏愛しているのは、朝廷の誰もが知っている。だがまさか、これほどまでとはな。過去のことは問わぬ。だが今日からは、倉庫を除こそが、遠浅野となる。それは、ああ。遠浅野を害そうとするとは、ものとも、掃除を縛れ、市中引き回しに処せ。超公主様、おやめください。侍女は体が弱いのです。何とぞお慈悲を。連れて行け。ははははは、はははは。いい君だ。ペテンシメ。その通りだ。死んで当然だ。全くの詐欺師だ。自業自得だ。まだ若造ではないか。見ろ。あれは国士府の聖司。現国士の掃除ではないか。国士を。まだ知らぬのか。誠に神のごと技術を持つのは、実は国士府の君子、装甲のソロなのだ。それに引き換え、あいつは、国士が拾ってきたの種に過ぎぬ。何もわからぬ偽物め。それでいて権力にすがり、超公主をめとろうとは、ヘドが出るわ。まったくだ。幸いにも、超公主は軽眼でいらした。さもなくば、このような子供に実権を握らせれば、我が燕国にどれほどの災いをもたらしたことか。まさに人間のクズだ。超公主様。その通りだ。奴を切り首刑に処し、晒し首に。そうだ。殺せ。殺せ、殺せ。殺せ。このガキめ。殺せ。偽物め。殺せ。殺せ。朝廷での出来事が、これほど早く戸に広まるとは、おそらく、
超攻守の仕業であろうな。そうだとしたらなんだ？前世で、陳はお前に欺かれ、天元を撃った。万人に罵られるだけでは済まなかったのだぞ。こんにちは。お前にも味わわせてやろう。この屈辱の味をな。私がお前を義いたことなどない。お前にはもともと帝王の相などなかった。私が関運術を用いて、運命を切り開いてやらねば、女帝の座まで上り詰められたと思うか。ついに認めたか？お前も銃なしたということを。知らぬとでも思ったか。お前は奪っただけだ。装甲のぞの手柄をな。奴が死ぬ間際、真実を教えてくれたのだ。さもなくば、奴が死んで早々に、お前の関運術が失われるはずがなかろう。それは私が関運術で、お前のために天気を覗きすぎたからだ。故に天命の判税を受けたのだ。総降臨は、私を陥れたに過ぎぬ。ただの嫉妬だ。それを私ではなく、あんな奴を信じるとはな。誰を信じるかなど、重要ではない。重要なのは、誰が陳を助け、千秋万代にわたり繁栄させるかだ。前世では、お前に敗れたが、今生では、当然、奴を信じることにした。もっとも、お前が信じているのは、いつだってお前自身だけだがな。今日、陳がお前の名声を汚すのは、分からせてやるためだ。余計な気を起こさぬようにな。身の程知らずな妄想を。やめなさい。陳も昔の情を忘れてはいない。でなければ、とうに命はなかっただろう。肝に銘じておくがよい。陳が与えたこの時期。姉上。そう。殿はお体が優れません。どうか、お許しください。三妹が直々に頼むのであれば、その顔に免じて許してやろう。ものとも、掃除の縄を解け。そうだな。超高主度のもと、あの方はただの宮方に追いやられた落ちぶれた王女に過ぎません。なぜあの方に譲歩されるのですか？私に考えがある。この盤上、私は二度と負けやせん。本日は、参考主伝元、感謝いたします。死がない私の命を救っていただき。そう殿。お気になさらず、私は、幼少より病弱で、大妻も、8歳まで生きられぬと言いました。ですが、そう殿が、私のために宮里で、この屋敷を選んでくださった。この地の風水で養生できたおかげで、今日まで生きられました。そういえば、未だに一度も、きちんとお礼を申しておりませんでした。紫雲をまとい、金風が天を舞う。やはり、彼女こそが天命の女帝だ。前世では、彼女を宮廷から遠ざけ、朝廷に関わらせぬようにした。さらに玉石を用いて策を浪し、彼女の持つ紫雲を、すべて古蘭月へと移し替えたのだ。それゆえ古蘭月は即位できた。だが思いもよらなかった。古蘭月があれほど冷酷武道だとは、皇庫の憂いを断つために、最後には、身の妹までも、毒殺するに至るとは、私が前世で最も罪を犯した相手、それはこの三皇、小判衆だ。そう殿。そう殿。どうされましたか？三人のプリンセス。私はすでに甘おじした身。あいにく、長居するのは恐れ多いこと。これにて失礼いたします。
そう、殿。そう、殿。父上に罷免されたと聞きました。もしよろしければ、私の屋敷に来て、幕僚となっていただけませんか？共に朝廷の喧騒を離れ、囲碁を打ったり、野遊びをしたりして、過ごしましょう。町の人々、皆が私を、世を欺く偽り者だと罵り、生きたまま皮を剥ぎ、筋を抜こうとする。勢い盛んな長江主土のもとは、なおさら私を敵とみなしている。朝廷の百官たちは、皆が私を避けようとする中、なぜ参考主様は、この時期に、私を隠ってくださるのですか？私はずっと知っていたからです。あなたが決して、そのような人ではないことを。参考主要のご向上、官類にむせぶ思いです。どの元は私の命を救ってくださいました。この恩を返すもにもございません。ここに一つ処方箋があります。あなたの持病に、少し早くに立つかもしれません。ジヨ、お前に苦労をかけた、我が総家が申し訳ない。国士、これ以上は何も言わないでください。我ら母子を救ってくださったご恩は、とっくに返し終えました。書き写し終えたら、この100部の深淵系を、私はここを去ります。戸には古蘭月がいる。もはや私の居場所はありません。ただ唯一、申し訳なく思うのは、参考主要のことだけです。わかった。ロギンを用意しよう。今後、もし、困難にぶつかることがあれば、いつでも私を訪ねて、戻ってきなさい。去るつもりか？そう簡単にはいかないぞ。去るつもりか？そう簡単にはいかないぞ。愚か者め、何をする？刀を置け。掃除。それを渡せ。さもなくば。そんな生倉刀を持ち出して、私が恐れるとでも思ったか。その通りだ。子供の頃からお前には勝てなかった。父上も決して私を助けてくれなかった。だが今は、違う。少し略力傷を負うだけでいい。超公主様は、お前を市中引き回しにするだろ？もし、この数高刀でお前を刺し、超公主様にこう告げたらどうなる？お前が私を殺そうとしたと。そうすれば、彼女はお前を領地系に処すだろうか。お前、あろうことか、身の兄を陥れるとは、この親不孝者が、どうしてそのような残酷な少年ができるのだ。父上。関運術がなければ、私には資格がない。超公主様を補佐する資格がな。そう言ったのはあなただ。あなたが助けてくれないなら、自分で何とかするまでだ。見てやるがいい。こいつが死を恐れるかどうかをな。息子よ、刀を置くんだ。このことはな、お前が思っているほど単純な話ではない。旦那様。これは。手短に申せ。宮中の常高校が、書斎へ向かっております。静止を携えて。ははははは、いいぞ。私が今、ここで一刺しすれば、後で常高校がそれを見れば、お前は言い逃れできなくなるぞ。さあ、早く関運術を渡せ。いいだろう。それほどまでに関運術が欲しいなら、くれてやる。父上、これは本物ですよね。ああ、本物だ。かつて、宗司の母親が見せてくれたことがあった。だが、私は習得できなかった。お前に習得できるはずがない。あの掃除にできたのなら、俺にだってできるはずだ。これで俺も、関運術の継承者だ。思い知らせてやる。誰が言えるものか、俺が超高手にふさわしくないなどと。はははははは。国士、これは一体。具足が騒がせまして。常高校にお見苦しいところを、
大事ないなら結構です。皆様、静止をお受けください。法天将雲皇帝、尊の理に曰く、校長所古蘭月を、国主が、次男宗公のゾリメトラス、高三所小判衆は、国主が長男宗司に嫁がせる。3日後、同日に大婚の礼を執り行い、挙国一致で祝宴、金これ。父上は、よりによって、マリ妹を、掃除に嫁がせるとは。どのもと、あんなに掃除を嫌っておられたのに、辺境の永楽府へ追いやり、遠ざければよいのです。その方がすがすがするのでは？確かに、奴は嫌いだが、奴は私の所有物だ。で、隙を見て、亀の中の粉を、参考を、主の食事に混ぜろ、ことがなれば、長公主様から、多大な褒美が出る。はい。私は長公主様によって、永楽府に送り込まれました。今日という日のために、ご安心を、長公主様を失望させたりは、いたしません。ふふ。超公主角本、お宮です。お出迎えが遅れまして、申し訳ございません。さあ、中へどうぞ、茶を持て。国士、楽にせよ。今日参ったのは、ある頼みがあるからだ。超公主、どうぞお話しください。我が朝の西北三郡では、ここ数日、一滴の雨も降っておりません。まだ深刻な干ばつには至っておりませんが、父上をひどく悩ませております。大国師が隠居されて半年になることは承知しております。ですが、新鳩として父上の憂いを除かねばなりません。ですので、大国師に伺いたいのです。この件について何か見解はございますか？これは、超公主、少々お待ちを、この老臣に、せんわせてください。父上、占う必要はありません。昨晩、私はすでに関運術を用い、この剣を占いました。超公主の前で、何をデタラメを言っているのだ。お前がいつか運術を身につけたというのだ。父上、ご安心ください。あの古書を、昨晩読み終えました。おかげで私の戦術の造形は、案の定、格段に向上しました。こうしてみれば、やはり私は掃除に劣りません。まさに絶世の天才です。そんなはずがあるものか。息子よ、早く手を引くのだ。誠の八門関運が、どれほど奥深いものか。お前はまだその入り口すら、理解しておらんのだぞ。大国師、言いたいことがあるなら、率直に申す。まさか、そなたたちの間に、何か秘密でもあるのか？この私にさえ知られてはならぬことも。滅相もございません。ただ、愚足がデタラメを申しているだけで、まったく。超公主、昨晩の私の関運術による推算によれば、この剣は兵部大臣の、すももじ袋を西北に剣話して処理すべきです。あの者の命運は極めて強く、しかも生まれつき、水の属性を持ちます。彼を剣話せば、3日も下手ぬうちに、西北三郡には、必ずや大雨が降るでしょう。誠か。関運術の化造が示すには、間違いなくそうなります。つももじ袋を剣話してはなりません。そう降臨。お前は何をデタラメを言っているんだ。つももじ袋を剣話してはなりません。そう降臨。何をバカなことを。デタラメではありません。私は神術たる関運術を操り、国運すらも見通せるのです。この程度の干ばつなど、造作もありません。小さな干ばつだと、お前のその一言が、数百万の命に関わるのだぞ。掃除、控えよ。街中が、お前をペテン師だと知っている。もはや、これまで、まさか、私の婚約者の座を奪おうとでも？古蘭月、重大事だ。
戯れ言はやめろ。走行の図の言葉など、到底信じられぬ。超高指導のもと、一大事でございます。一刻前に参考主様が永楽府にて急逝されました。死因は不明です。なぜ、このようなことに。かわいそうな、私の満妹、明日は婚礼だというのに、まさか、こんな災難に遭うとは。父公は何と？超高主導のもとにお答えします。この度の件、口外せぬよう、兵元のご意向です。皇族の数名にのみ伝えられました。なお、葬儀の工事も半月後まで延期されます。兵元は、超高主の祝宴に、水を差してはならぬと。わかった。元彼。は。参考主を毒殺したのはお前だな。前世と同じようにな。我が国の律令によれば、勅命による婚姻が定まった以上、名分は決まっている。宗司、お前は遵守すべきなのだ。ジオ、一体どうすればよいのだ？国司、かつての岩に免じて、掃除を遵守させたりはしない。大婚の日に父公へ願い出て、掃除を、私の面首として賜ろう。それは、それもなりません。お前、今度は何を金でいる？掃除、お前を永遠に私の玩具にしてやる。クレオ殿、お越しくださったのですね。おめでとうございます。さあ、中へ。ははは。おお、国師よ、おめでとう。クレオ殿、ようこそ。さあ、そんなにかしこまらずに。さあ、中へ。お入りください。お越しいただき。おめでとうございます。光栄の至りです。はははは。どうぞ、中へ。はは。超高主導のもと、元官は1日前に、伝書鳩を受け取りました。兵部のスモモジ袋が、西北のコロク軍に到着すると、現地では、激しい豪雨がおりました。これで官外の懸念は、完全に解消されました。遅くとも明日には、西北からの送状書きが、宮中に届くでしょう。その時には、兵元より、多大なる恩賞があるはずです。母は、超高主導のもと、この度のご成婚は、まさに我が燕国の、大きな啓示です。万民に福をもたらすものでございます。それに超高主導のもと、こちらの僧殿は、まさに生き神様ですな。愚足の気が塞ぎ、半月以上も寝たきりでございましたが、体ですら、原因を突き止められませんでした。それを僧殿が、指を折って線割れ、風水の配置を少し変えただけで、息子の病が治ったのです。母は、さよ。我が家も同様です。僧殿、感謝いたします。おや、以前こうしたことは、掃除に頼みましたが、一切応じてくれませんでした。天命に従えというばかりでな。ですがもう安心だ。僧殿がいれば、我らに孝行の憂いなし。これからは雑念を捨て、超高主導のもとをお支えできます。我らも同感です。使用かけして、超高主導のもとに忠誠を誓います。降臨。やはりお前を選んで正解だったわ。あら。我が哀れな義弟はどこかしら。姿が見えないけれど。ここにいます。掃除、超高主導のもとに、ご挨拶申し上げます。お祝い申し上げます。超高主導のもと、宮中よりの貢ぎことのりです。西北の災害に関わるものです。わずか3日の間に、官外が水害に変わると。そんなはずはない。どうしてこんなことに。一体何が起きたのだ？これは。ありえない。断じてありえん。掃除、一体何をしたの？以前から申しておりました。スモモジ袋を派遣すべきではないと。世の万物は、これらはすべて全身に影響を及ぼします。凡人が天気を除こうなど、身の程知らずです。掃除、誰を皮肉っているの？信じられないとでも。おい。掃除、私は父上に慈悲を請うて、お前を私の面首にすると決めたが、見る妹に遵守させずに済むようにしてやったものを。だが、貴様のような男を、この婚礼衣装をまとう資格などない。ものとも、こやつの衣装を剥ぎ取れ。
お待ちください。小判衆、死んだはずでは？上皇主度のもと、我が夫のこの紅方は、あなたのために来たのではありません。小判衆、死んだのではなかったのか？なぜ、上皇主度のもと、私が生きていたことが、そんなに失望なのですか？さもなくば、姉上は、私の死を望んでいたと？滅さうもない。存じ上げません。デタラメを3日前、宮中に広まっていたのだ。お前の訃報がな。今日、毒で死んだはずのお前が生きている。これは明らか凪くんの罪だ。者どもを、2人まとめて捕らえよ。よくも白々しく、濡れ衣を、待て。参考、主の、偽装師の、掃除。貴様が裏で糸を引いているのだろう。一体何を兼んでいる？何をぼさっとしている？どのもと、3日前の知らせには、一言も書かれておりませんでした。孔子が毒を盛られたなどとは、なぜ、どのもとは決めつけておいでなのですか？参考主が毒で死んだと。私は、そんなことは言っていない。まさか、この私を疑うのか？毒を盛るなどという卑劣な真似をすると。草田見事木が、どのもとを推し量るなど、滅さうもございません。どのもとは徳公、雲も厚い予報、妹くんに文字比深く、朝廷でも名高い人事な御方です。ただ、参考氏の件は、あまりに不可解ゆえ、どのもとなら、何かご存知かと思い、あえてお聞きした次第です。決して、大はございません。掃除。口先だけでごまかすな。さては、西北の干ばつが洪水に転じたのも、貴様の仕業に違いない。その通りだ。確かに私が介入した。最初からそう言えばいいものを、民の安否を顧みず、救済を妨げるとは、万死に値する。民の安否を無視したのは、そいつだ。総光林だ。でたらめを言うな。皇帝兵元のおなり。兵元には家ついたします。みんな、面を上げよう。感謝いたします、兵元。父上、近頃は竜体のご加減が優れぬと聞いておりますが、本日はどうしてこちらへ？ひざまずけ。わかりませぬ。父上は、何故そのように憤っておられるのですか？よかろう。随分と増長したようだな。この燕国の隅々から、皇宮の内外に至るまで、すべてはお前の思い通りになるとでも思っているのか。滅さうもございません。兵元。どうかお怒りを慎めてください。流体に触ります。さあ、兵元をお連れして、あちらで休息を。父上が本日お越しになられたのは、北西部の干ばつの件ゆえかと存じます。調べはついております。すべては掃除が裏で仕組んだことなのです。兵元、どうかご検察を。先ほど掃除本人が、自らこの件を認めました。それなのに、ここで訴え出るとは、その目を見開いてよく見るがいい。これは何だ？これは、そんなはずは、掃除がなぜ知っているのだ。我らの人法と策略を、さては、河野のものを盗んだのだな。そうだ。さようです。あのような養子の分際で、関運術の継承など、受けているはずがありません。私こそが時代の国士なのだ。まだ白を切るか。お前たちの方法に従っておれば、北西部の古六軍は、今頃はおそらく、一面、泥沼の海とかしていたであろうな。それはすももじ袋がよからぬ気を起こし、勝手に陣を敷いたに違いありません。さもなくば、絶対にありえません。超高主度のもと、ことを、ここに至っても、まだ信じられぬのですか？総光林は、関運術など全く理解していないことを。は？そんな、まさか、知らぬだと。でたらめだ。私がわからぬはずがないだろう。貴様の作りはなしだ。いいだろう。ならば本日、
平本のお前で貴様に問う。貴様がすももじフクロウへ送った書状に記した。三度竜よだれを叩き、溝に逆流させ、いつたび陰雲を召して、高岡を閉ざす。これはいかなる意味だ？それは無論、天の竜王に幸運をこうという意味だ。どこに不都合がある？竜よだれは極めて貴重なもの。千金にも代え難い。わずか一滴で、半月もの間、雨を降らせることができるのだ。それなのに、竜よだれを川へ逆流させるなど、北西部は3年に及ぶ豪雨に見舞われ、沼地とかしていただろう。ああ、これを見ろ。なんたることだ。なんと、どうしてこのようなことが、これは、竜よだれ。まさか、そういう意味だったとは。口頭無形だ。竜よだれが何を意味するのかさえ、分かっていないようだな。危うく大惨事を引き起こすところだったのだぞ。今はもう雨が止み、干ばつも解消されました。私はただ、少々手違いがあっただけで、次は、必ずや、うまくやってみせます。父上、私は降臨を信じております。父上、どうかお怒りをお慎めください。将来の、私の夫となる者に免じて、功を立てて罪を償う機会をお与えください。罪を償うだと？危うく我が燕国の国運を使い果たさせるところだったのだぞ。これは、それほどまでに深刻なことなのですか？果たして真実なのでしょうか？どういうことだ？平本、申し上げます。竜よだれは天運そのもの。一滴で国運を3年分も損もうさせます。しかし走行のぞの行いは30年分を使い果たすに等しいのです。ああ、それほどまでに。幸いなことに、急ぎすも文字袋に書状を送り、苦血を用いて、雲目を青州へと引き戻させました。そうでなければ、燕国の国運は彼によって枯渇させられていたでしょう。その影響は100年にも及びます。言語道断だ。誰かおらぬか。この総降臨を、板打ちは、地十階の刑に処し、投獄せよ。父上、絶対になりません。すでに状況は明白だ。他に何か言い分があるの？掃除の一方的な言い分など、私はこう考えます。降臨を罪に問うには不十分であると、それに、かの話すことはあまりに口頭無形です。あるいは彼が、でっち上げた話かもしれません。わざと大雨を降らせて、洪水を誘発したのでは？つまり、すべては掃除が、仕組んだ、狂言だというのか。さようにございます。私は信じております。降臨は掃除によって、甘められたのです。乱月。もういい。言わないでくれ。平元のお裁きに身を任せよう。覚えているか？私が話したあの夢を、とっくに確信していたのだ。この掃除が、決してあり得ぬと、関運術に精通しているなど。奇遇だな。私もかつて、同じ夢を見たことがあります。どうか平元、その夢の内容を、読み解いていただけますか？前世では、君は最後まで私を信じず、あろうことか、この男を信じた。根性では、はっきりと見せてやろう。この男の正体を。前世で我が燕国を滅ぼした。この落とし前は、まだ生産し終えていないのだぞ。一体何か？ああ。平元。どうか、我らにお慈悲を、お裁きを、この殿のせいで、我らはひどい目に遭わされました。平元、どうか息子を救ってください。私の息子は、脳運を変えるという言葉を信じ、健康だった体が、不自由な体になってしまったのです。私の夫もです。熱病にかかった際、どの歯薬など不要だと言い張り、夫は命を落とすところでした。どうしてこんなことに、息子に何があったのだ？今朝出かけた時は、あんなに元気だったのに。旦那様、若旦那様が、気を失って倒れました。幸いにも、隊がすぐに駆けつけ、かろうじて一命を取り留めましたが、さもなくば、お家が途絶えるところでした。このペテン師め。詐欺師め。違うんだ。こいつはペテン師だ。息子を返せ。人殺しめ。息子を返せ。私ではない。私のせいじゃない。上皇子よ。これは、一体どういうこと？私は何も存じ上げません。あの日、お前は言ったな。総降臨は、仙台国師の唯一の実子であり、その関運術を継承していると。だからこそ、陳は婚姻を許したのだ。平元、この真、万死に値します。万死に値します。ですが、
これは私一人の過ちです。超皇子様には関わりのないこと。私は、占いの術を用いて、安易に人を害すべきではありませんでした。この不甲斐ない奴め、これは一体どうしたことだ。兵元、真の不徳の致すところ、教育が至りませんでした。老臣、いかなる罰も受ける覚悟でございます。仙台国師よ、そなたは、陳の社食と山のために、剣馬の労を尽くし、心血を注いできてくれた。陳は、そなたの功績を常に心に留めておるぞ。面を上げ、立ち上がって申せ。兵元、愚足の総降臨は、確かに関運も戦術も心得ておりませぬ。あやつが先ほど申したことは、すべて作り話にございます。なんだと？すべては嘘にございます。宗光林、よくもこの私をここまで聞いてくれたわね。超皇子様、私は確かに関運術など使えません。騙したのは私が悪かった。ですが、これらすべては、あなたを愛しているがゆえなのです。あなたを妻に迎えたい一心で。うせろ。まさか、すべて私のせいだというのか？すべては、父上の偏愛のせいだ。父上派官はこの術を、身の子ではなく、このまま子に伝え、私には決して教えようとしなかった。大国師よ。それは、そなたが間違っておる。宗光林は、すでに超皇子の婿なのだぞ。その間は、この術は、あやつに伝授すべきであった。兵元、老臣が教えたくないわけではございませぬ。ただ、私自身も、できないのでございます。心得がないのです。なんだと？これは、そなたも使えぬというのか？まさか、ありえぬ。そんなはずはなかろう。だが、そなたは確かに、20歳近くも、関運と戦術で陳を支えてきた。燕国の数十年にわたる安寧は、すべてそなたの手によるものであろう。兵元、これらすべては、18年前の話に遡ります。老臣は偶然にも、雪深い極釜の地で、掃除を救い出したのです。その母である柳源前舞と共に、その柳源前舞こそ、画所活門人だったのです。救い出された恩を返すため、柳源前舞は、私の幕僚となり、関運術を用いて、密かに助けてくれたのです。創世運よ。わかっているのか？これは義君の罪であるぞ。老臣、罪を認めます。この数年間、恐縮し続けて参りました。柳源前舞のことを兵元には言えつさせたいと思っておりました。ですが、諸葛門人は、妙理に淡白なもの。誠に関運と戦術を介する者は、三公主の婿である、宗司にございます。宗司、なぜ真実を話してくれなかったの？忘れたのか？話したはずだ。だが君は信じなかった。彼は、これまでずっと陰で、私を支えてくれていたのね。私を帝位につかせてくれた誠の恩人は、降臨だ。今野蛮人の上に立つ女帝となったのに、何の意味があるというの？守ることさえできないな。私のために尽くしてくれたものを、掃除？違う。私は宗公のゾニ毒など避かっていない。彼は自筆の遺書を残した。すべての真実を、そこに書き記したのだ。先代の国士も認めた。お前は養子だと。まだ何か言い逃れがあるか？もし私がこう言えば、先代国士の関運術も、私の教えによるものだとしたら、お前は信じるか？予想？もういい？掃除、すまなかった。私が愚かにも、宗公の後のでたらめを信じた。お前を誤解していた。江戸が出る。できる限りの償いをする。望みは何だ？何でも与えよう。あんな女とは別れろ。私がお前の妻になろう。お前こそが唯一のだ。長公主、掃除は私のです。言葉を慎んでください。掃除を似するというのか？なら私はどうなる？私こそがあなたの夫だ。私たちはすでに夫婦のちぎりを交わした仲だぞ。奴がになるなど許さん。貴様、
なんというハレンチな。おや、これは、一体どういうことだ？そこをどけ。この嘘つきめ。何の脳もないくせに、私にふさわしくない。本気で愛しているのです。あなたへの愛は真実です。うぐっ。今この時から、お前はもはやではない。うせろ。この私は、関運術を極めた者だけを、私のとする。掃除。なぜお前は、すべて私から奪うのだ。奪い去ったのだ。長男の座だけでは飽き足らず、長公子まで奪おうというのか。なぜ私にこれほどの仕打ちを。それは違うぞ。総降臨。今日のお前があるのは、私のおかげだ。母上の策があったからこそ、お前とあの父親が、今日の映画を享受できているのだ。お前さえいなければ、すべては私のものだった。私のものだったのだ。それに、超公主をそなたと奪い合うつもりはない。私は晩秋とむつまじくしておる。兵元の多大なるご恩に感謝いたします。婚約を履行いたします。もう非を認めたではないか。なぜまだ私を拒むのだ。貴様、この本公子を拒む資格などあるのか。彼女はそなたのように王女の端正さを売ったりはせん。私が誠の諸葛門人だからだ。私には、この婚約を断る権利がある。そなたが意図しておるのは、いつだって私だったはずだ。他の女をめとることは許さぬ。超公主殿、宗司様は、すでにあなたを拒まれました。これ以上の執着は、おやめください。力ずくでも奪ってやる。私が望むもので、手に入らぬものなどない。あまりに理不尽な振る舞いだ。堂々たる超公主ともあろうお方が、あろうことか、妹の夫を奪おうとするなど、世間に知れ渡れば、皇室の面目は丸つぶれではないか？まったくだ。誰もがそう思っておる。なんと、むちゃくちゃだ。皆の者、控えよ。兵元、どうかお怒りをお慎めください。勅命を戻す。牢国主は、真実を隠蔽し、不敬なる義君の罪を犯した。長年の功績に免じ、陳への忠誠を考慮して、九本の官職に降格とする。謹んで罪をお受けいたします。長公主、古乱月、皇室の面目を汚したゆえ、半月の謹慎を申し付け、今後、朝政への関与を禁ずる。正規へ赴き、敵軍との戦に従事せよ。朝政への関与を禁ずるだ。なりませぬ。父上、まだ申し上げたいことが。黙れ。総降臨は義君の罪を犯し、同時に朝廷の官吏たちに多大なる損失を与えた。各院への損失を補填せよ。罰金1000両。上刑8、10回を処す。兵元、上刑80回など、命を落としてしまいます。そなたの情に免じてのことだ。でなければ、うち首にしているところだ。本日は、二人の公主の婚礼の日だというのに、このような騒ぎを起こし、これ以上、どう勘定せよというのだ。神話、滅さうもございません。超公主と総皇の座の婚礼は、後日改めて審議する。宗司と三公主の婚礼に変わりはない。吉日を改めて選び、執り行う。ありがたき、幸せに存じます。おい見ろよ。この状況は、皇室に激変が起きるぞ。首が飛ぶのが怖くないのか？よくもそんな口を叩けたな。容赦なく手を元し、簡単に首を跳ねるような種が、善人であるはずがない。俺の見立てでは、三公主こそが唯一、民の心を得られるお法だ。君もそう思っている。ああ、掃除には確かに占いの腕がある。私は3番目の王女を見つめます。遅かれはやかれ、彼は皇太子になるだろう。こう考えてみてください。この王族は本当に変わるだろう。まあ。黙ってくれ。誰が君に勇気を与えたんだ？彼らは王族の事柄を無謀にも議論する勇気があっ探してみて。ふん。公主殿のもと、どうかお命だけは、私が間違っておりました。どうかお許しください。些細なこと一つ、まともにこなせぬとは、何の役にも立たぬ奴になる。貴様らで、決着をつける。汚さずに済む、主殿元のお手をな。
買った方だけを生かしてやる。この役立たずどもが、始めろ。どのもと、もう一度だけ好機を、参考書を必ずや、毒殺してみせます。すべこべ言うな。早くしろ。仕方なかったんだ。私を恨んでも無駄だ。ああ。悪く思うな。どのもと、やり遂げました。どうか、もう一度好機を、必ずや。近いだと来世で待つがいい。自分でやる。回廊。塀元、今日2人の婚姻が賜りました。婚儀は決まったのです。そう他人行儀にしないで。わかった。ならばこれからは、どの元のことを、マーセイカー、カーリー。まだ今日のことを、月の言葉を気にしているのか？そういうわけでは。ただ、誰もが知る通り、あなたはかつて死を深くいたし、二人の間には深い絆があった。過去のことです。候。私は、内職あるの。今愛しているのは君だけだ。彼女と同じ夢を見た。夢の中では、彼女を目取りとなっていた。彼女を定位につかせるべくお支えしたのに、彼女は私を信じようとはせず、私にあらゆる拷問を加えました。そして最後には、私を殺したのです。候。私がついています。コラン月に、あなたを傷つけさせはしません。晩秋。それは、私の言うべき言葉です。安心してください。これからは、絶対に誰にも、あなたを傷つけさせません。あの日のことは、明らかにコラン月が、裏で指し寿司、毒を盛らせたのですね。ところで、では、なぜそれを知り、私に、トシを偽装させたのですか？なぜ私に、私を偽らせたのですか？あの日コラン月が強行に及ぶことは、すでに予見していました。ただ確かな証拠がなかっただけです。お前に死を偽装させたのは、真犯人を炙り出すためだ。今日、見かけたのだが、コラン月の次女には、不審な点がある。調査が済み次第、必ず奴を見つけ出し、きっちり決着をつけてやる。その時には、どの元、必ずやあなたを定位につかせてみせます。満州と呼んで。候。天も友地位も、いりません。ただそばにいて。つつがなく、生涯を添い遂げる。晩秋、こんな朝早くからどこへ連れて行くのですか？参拝に行くのですよ。忘れたのですか？一昨日にあなた自身が占った吉国でしょう。私の勘違いでした。昼過ぎの刻限にすべきでしたね。もう
勝手な占いばかりしないで。さあ、行きましょあ、どの元、ジャック様、お気をつけください。怖がらないで。大丈夫。私がついています。ここは、長楽府の参考。女の邸宅です。何者がここで牢石を働いているのですか？兄貴、助けてくれ。兄貴。私は総降臨だ。兄貴。超高女殿のもとに殺される。兄貴、参考女殿のもと、お助けください。う。なぜこのような無残な姿に、長江女度のもとは、たとえ婚姻を拒むにせよ、ここまで彼を、痛めつけるなどあんまりです。掃除。この役立たずが、元富谷が、代わりに一族の汚れを掃除してやったわ。コラン月。何を金でいる。仙台国主との恩義も因縁も、もはや清算済みだ。この総降臨とも、何の関係もない。一体何が望みだ。彼は高志公の名を語り、私を義いた。万死に値する罪だ。もし彼を殺したいのなら、殺せばいい。ただ、汚さないでほしい。長楽府というこの浄土を。浄土だと、あの日、三王女が、往来で高志公を我が物にしたのは、すべて、あいつが仕掛けた罠なのよ。私の元へ戻ってきて、決して、あいつに惑わされないで。わかっているわ。まだ心の中に私がいることを。私の心がいつ死んだのか、わからないのか。超高主度のもと。私の心がいつ死んだのか、わからないのか。超高主度のもと。元宮は今、ここで総降臨を、高志公に引き渡そう。殺すなり刻むなり、好きにしろ。これが、元宮からの、和解を求める誠意だ。白々しい真似はやめろ。総降臨が死のうが生きようが、私には何の関係もない。以前のように、私を補佐してくれれば、何が欲しい？元宮が何でも与えてやる。私は勘もなく、聖域へ向かう。一月の猶予をやる。考えろ。兄貴、兄貴、命だけは助けてくれ。兄貴、俺たちの、長年の兄弟の血がめに免じて、殺さないでくれ。兄貴。憎たらしい奴だが、しかし、もうこんな無残な姿だ。いささか哀れではあるな。私が悪かった。本当に反省している。兄貴。本当にすまなかった。兄貴。欲に目がくらんでいたんだ。長公主に惑わされて。だから何度も兄貴に逆らったんだ。兄貴、父上が長年、兄貴を育ててくれた恩に免じて、もう一度だけ助けてくれ。俺は、これからは馬車馬となって尽くす。二心はだかない。馬車馬となる必要はない。戻って、仙台国主の面倒をしっかり見ろ。父上の怒りを買い、とっくに感動され、帰宅も許されぬ身です。どうか置いてください、兄上。私の手元には、たくさんあります。超公主の秘密が。私なら、対抗するお手伝いができます。青子、芝部屋を用意し、こいつを住まわせろ。承知しました。兄上、命拾いしました。感謝いたします。行く。おい。ちょっと待て。手加減しろ。候。彼を置いておくのは、虎を用意手飼いを残すことにならぬか。コラン月が何かを金でいるのは間違いない。コラン月が彼を送り込んだのは、単なる和解のためではないはずだ。見極めたいのだ。奴が次にどんな手を使ってくるのか。それに、奴を利用して、一芝居打つつもりだ。
この数日というもの、傷も癒えぬうちから、芝部屋から出てきては、中庭で手伝いを始め、湯沸かしや滝言わり、茶運びまでしています。ふむ。総家の次男坊は、一体何を金でいるんだか。奴がなぜ、この長楽府に来たと思う？考えるまでもない、超公主と、示し合わせているのでしょう。内外で、公主情報を探るつもりですよ。だとしたら、芝部屋に閉じこもっていては、何もできないだろう？ああ、わかりました。奴は、ここの地形を把握しようとしているのか。水汲みや滝割りと称して、出入りを繰り返せば、くまなく調べられますからね。あらゆる出入り口と警備の状況を、その通りだ。これ以上奴に、嗅ぎ回らせるわけにはいきません。すぐに芝へ八重連れ戻します。焦るな。もう少し、奴の遊びに付き合ってやろう。天候導きとなり、地心に返す。運脈巡り。何人も従わぬ者なし。うわ。総降臨、忠告しておく。この間運術は、お前には習得できぬ。要領も得ぬまま、みだりに修行すれば、必ずや天罰がもとり、無残なしを遂げることになるぞ。ああ。兄上。どうか命だけはお助けください。本心なのです。あなたから関運術を学びたいのです。教えていただけますか？ああ、私は、あなたに一生ついていくつもりです。粉骨細心の覚悟です。黙れ。この関運術は、お前には習得できぬ。身の程をわきまえろ。なぜだ？なぜお前にできて、私にはできないんだ。ああ、納得いかぬ。どうしても学んでやる。得得してやるぞ。超高主度のもと、いや、乱月。待っていろ。関運術を身につけた暁には、必ずや、再びお前のとなってやる。天罰だと、恐れるものか、寿命を数年削るなど、何するものか、私はやるぞ。天に背き、運命を変える。霊を奪い、運を喰らい、脈を逆らわせ、心を焼く。他人の骨をはしごとし、血に染まりて天門へ登る。運を奪うのだ。掃除。ははははは。母は、さあさあ、どうぞどうぞ。サイコ歌人とはこのことだ。おやおや。まあ、これは、実に見事だ。まったくだ。実にお似合いだ。吉ときなり。一に、天地には異例。二に、行動には異例。三に、夫婦。互いには異例。待って。申し上げます。敵軍が迫っております。これは、一体、これは、ブレイシャ、なぜ戻ってきた？聖域へ仇き、内罰に剣話したはずだ。父上、
拝謁いたします。本日は妹の婚礼の日、姉として、千里離れた聖域の戦場から急ぎ駆けつけました。どうやら間に合ったようですね。一体何を兼ねている？ええ。妹を祝いに参っただけです。そしてこの婚礼に祝いの品を添えようと思いまして。参考主殿元、一杯どうぞ。超高酒度のもと、秋路は身重のからだ。酒は控えさせよう。では、この酒はお前が飲むがよい。これで夫婦の愛を交わしたも同然だ。これは、何たる不定裁を。思うに、その必要はないだろう。本日は、私と参考、主の成婚の日、どのもと、どうか自重していただきたい。掃除。まだわからないのか？私こそが未来なのだ。あの女はただの役立たずだ。そなたが今も私を愛していることはわかっている。そうだろう？もう一度私を支えてくれ。必ずや、この天元をそなたに授けよう。コランゲツ、この逆賊め、謀反を起こすつもりか？謀反を起こすつもり。平元？私が反逆したいわけではありません。私はただ取り戻すだけです。本来私のものであるべきものを。お前。掃除。前世でも、そなたは、私の子夫だった。今生でも、私のものになる運命なのだ。超高手、正気を売ったのか。何を、前世だの今世だ。能登タワごと、彼女は掃除に執着し、帝位を奪おうとするあまり、狂気に取り憑かれたようだな。コランゲツ、兵元のお前で無礼を働く犯。自分が何を言っているのか分かっているのか。私と戻れ。さもなく馬鏡。ここは血の海となるだろう。コランゲツ、お前はついに、ここまで来てしまったか。子姉上、目を覚ましてください。これ以上過ちを繰り返さないで。あった。過ちだと？私の何が間違っている？行為は私のもの。宗谷も本来私のものだったはずだ。この病弱者が、私と争う資格などあるのか？掃除、最後に、もう一度だけ機会をやる。私と戻り、私の即位を助けよ。私とそなたが手を組めば、天相とは養育手に入る。小判週ごときに何ができるというのだ。だが、彼女は私を愛している。コランゲツ。お前のような人間には、一生わからぬだろう。人を愛するということが、お前の目には、剣謀術数と、争いしかない。他人を愛する方法など、微塵もわかっていないのだ。目だと？はははははは。高等無形な。笑わせるな。そのようなもの。私に何の意味がある？身近なものさえ愛せる者が、どうして天元の民を慈しむことができようか。あなたは口を開けば定位につくというが、その心の中に、本当に民への思いはあるのか？あの時、干ばつが洪水へと転じ、今野生域は、戦火に包まれている。あなたは何一つとして、成し遂げていないではないか。そのようなあなたを、どう助けて即位させろというのだ。あなたには関運術がある。あなたが私を助けさえすれば、これらはすべて防げたはずよ。でなければ、お前など何の役にも立たぬ。天元のあらゆる事象が、すべて関運術で操れるとでも思っているのか。お前のような奴はな、到底、帝位につく資格などない。誰が来ようと無駄なことだ。ははははは。乱月、私が力になろう。これは逆位の交奪はこの邪術だ。走行輪。正気か。これは天に背き運を奪う邪術だ。走行輪。狂ったか。この術を発動すれば、お前の陽久しを50年も損なうことになる。それがどうした？ははははは。乱月。乱月。決してあなたを裏切らない。あなたこそが天元の子孫だ。見ていろ。あなたのために無常の秘宝を盗み見た。必ずやあなたの先週の破行を成し遂げてみせる。この付録を起動しさえすれば、あなたは
誠竜に守られ、紫運をその身に宿すのだ。はははは。邪術は寿命を削り、無理に天気を除けば、走行輪、死期が迫っていることもわからぬのか。それがどうしたというのだ。私の良久し50年に変えて、乱月が定位を得られるのであれば、たとえ私が死のうとも、何の悔いがあろうか、構うものか。降臨。私がこれほどまでに信じた甲斐があったわ。この私が即位した暁には、必ずや、お前をこう、夫として追封してあげよう。逆賊め、チンがまだここにいるのだぞ。よくも好意を付け狙ったな。構わない。私は勝ちたいだけだ。勝手な真似はするな。邪魔する者は殺す。そう降臨。早くしろ。ははははは。ああ。母だか母。はははは。我が血肉と魂を捧げ、謹んで旧友天孫を招き祀らん。陰陽を逆転させ、天の増加を奪い取らん。天孫にきつい願う。我が衆を助けたまえ。天元を平らげん。母は、ははははは。掃除。これこそが誠の力だ。我に従う者は栄え、我に逆らう者は滅びる。ご乱月、走行輪、貴様ら、本当に思っているのか。この掃除が無防備なまま、婚礼の場に足を踏み入れたと。本当に思っているのか。走行輪が密かに学んだのが、いかなる邪術であるかを知らんと。健婚は明朗なり、邪悪の横行など断じて許さん。陣、起動。ああ、嫌だ。私の力が、私の魂元が、これは情弱だ。あらゆる陰邪な術を封じるためのもの。天道に背き、略奪を繰り返したお前たちが、敗北せぬ道理などない。脆いものだな。古乱月、この茶番も、もう終わりだ。兵元、買ったつもりか？誰も私を倒せはしない。なりませぬ。兵元、全員元がれ。さもなくば、今すぐこいつを殺す。元彼、元彼。正気か身の父親なのだぞ。行為など、自ら奪い取ってこそ、価値がある。父子。ランツや神明、兵元を公然と人質に取るとは、これは死罪に値するぞ。こうなった以上、もはや言うことはない。掃除、お前との応援は、私が決着をつける。なぜこのような真似を？黙れ、忠告だ。今すぐ天元に布告しろ。私に好意を譲るとな。そこまで言うなら、やるがいい。余はすでに追いさらばえた。いっそ楽にさせてくれ。だが、好意だけは決して、お前のようなものの手に渡せる。兵元、これ以上刺激しないでください。燕の国中が、宮殿の内外が、皆兵元を慕っております。燕国の永劫に続く大技は、すべて、兵元の恩徳にかかっているのです。掃除、早く陣を解け。さもなくば、今すぐこいつを殺す。待て。邪気は浄化された。天命の判税を受けたな。おとなしく幕につけ。乱月、助けてくれ。この半勢の力、抑えきれない。
ああ、死んだ。邪術の犯罪がこれほど恐ろしいとは、全くだ。コラン月、貴様は邪術を乱用し、宗光林を死に追いやった。今になっても、未だに悔い改めぬとは、誠に父を殺し、暴虐を企む気か。父を殺すだと。ははははは。先に私を裏切ったのは、父上の方だ。父上が偏愛さえしなければ、私がここまで追い詰められることもなかった。乱月。もうやめるんだ。黙れ。掃除の人法は確かに強力だが、私の剣の速さに勝てるかしら。今すぐ手を引けば、せめてムクロだけは止めてやろ姉上、目を覚まして、まだ間に合うわ。引き返すだと。ははは。私に後戻りできる道などない。一歩も引かぬ。どけ。全員も咎れ。さもなくば、今すぐ兵元を殺す。こうなったのは、すべてお前たちのせいだ。今日の諸行の報いを受けることになるぞ。報いだと。そんなもの、とっくに笑い終えたわ。長年の忍耐。そのすべてが大小だ。貴様。父上。兵元。父上。兵元。兵元。九門を封させよ。全城に戒厳令を。ジャク様、追っ手を放ちました。今度こそ、二度と好き勝手はさせない。昨日、兵元が長公主に連れ去られた。国に君主の不在は許されぬ。本日より、三公主殿元が韓国を務め、政務を代行される。三公主殿、元の韓国、当座のしのぎとはいえ、コラン月が兵元を拉致し、情勢は危機に瀕している。三公主はこれまで、朝廷から遠ざかっており、失勢の経験もございません。果たしてこの重責を担えるのか、もし手違いでもあれば、燕国の基盤を揺るがしかねませぬ。すももどののもうされる通りだ。長公主は狡猾。兵元の安否もわからぬ今、下級の用務は、別に重臣を選び、対局を任せることでしょう。すもも殿の幽谷の年、この僧帽も深く感じ入っております。しかし、兵元は、人徳と聡明さを兼ね備えておられます。さらに、天命の籠を設けておられる、お前たちのようなものが、軽々しく口出しできるお方ではない。どの元へご報告いたします。国師、コラン月が兵元を連れ去りました。都の外にある秘密の拠点へ向かったとのこと。そして、この文を残していきました。燕国は、所詮この私の天元なのだ。お前たち逆賊など、チリアクタも同然。この私が戻るその日こそが、お前たちが首をはねられる時である。大げさなことを反逆とはな。コラン月がこれほど増長していようとは、参考なし。兵元すらお守りできるのであれば、いかにして新元を納得させるおつもりか。確かに、朝廷の重臣どもめ、皆、風向きを伺うだけの卑怯者ばかりだ。連中を屈服させたいのであれば、少しばかり思い知らせてやる必要がある。すもも大人、あなたは幾度も、どの元の韓国の地位を揺るがそうとした。燕国をさらなる混乱に陥れたいのか？知らぬとでも大思いか？あなたが因で言ってきた悪行の数々を。貴様、デタラメを抜かすな。関運術、ケイケイ。昨夜のこの国、伝書鳩を放ち、場外の落眼は似て、皇宮の最新の守備図を漏洩させた。コラン月と内通しようとしたのであろう。違うか？本当にそんなことが、なぜそれを知っている？それだけではない。お前の手元どもも、裏で、コラン月の残党と結託している。流言を流し、軍の指揮を見出した罪。万死に値する。証拠もなしに、何の権利があって、この私を釣り人扱いする。そうだ。密通していた書状は、お前の書斎にあるはずだ。一番左側の棚。その最も塗装にな。なんだと？ああ、まさか、本当に。どの元、現在、コラン月は、城外怒りにある、
落眼はによります。そこは用が命。ですが、彼女の機運は衰え始めており、おそらく、長くは持たぬでしょう。命を戻す。直ちに兵を招集し、落眼は周辺の主要道を封鎖せよ。清き、兵元をお救いするのだ。逆賊、スモモジブクローラは、直ちに天皇へと動くし、取り調べよ。御意。連日、各地から僧正が続いております。民は嵐月の反乱により、戦々恐々としております。候。いかにして民心を鎮めるべきか。どの元は勅令を元され、被災した軍権の風情を免除し、領職の蔵を開き、同時に有能な役人を遣和し、各地を巡察させるのです。そして、混乱に乗じて私腹を超えやす、鈍感ゴリに制裁を加えましょう。それは良策だ。それから辺境の将兵たちも、労いたいと思っている。すでにどの元の思うしつけ通り、追加の軍給を支給いたしました。真が転生を見るに、3日の地には、恵みの雨が降り、辺境の最悪を慎めることができましょう。候。ここ数日苦労をかけたな。そなたがいなければ、私一人では支えきれなかった。おそらくは、どの元のためなら、万死も辞しません。父子をお救いし、反乱を平定した暁には、必ず野兵元をお支えし、太平の世を築きましょああ。父上、大の御事乗りをかけ、そうすれば余生を安らかに過ごさせてやる。陳鉢を厭わぬ。断じてこのエアマン、そなたのような逆賊の娘には渡さん。超公主。超公主、この老いぼれ皇帝を相手にするのに、自ら手を戻す必要などありませぬ。私の聖域の不術で、生きた心地もさせず、死ぬことも許さぬようにしてやりましょう。私が欲しいのは、名分のたった正当な即位だ。ならば計画通りに進めよう。我が聖域の大軍が、辺境を突破し、そなたと、こうして挟み撃ちにするのだ。誰かいるな。おい、決して逃がすのではないぞ。コラン月が外敵と通じているとは、1万を超える兵を伏せている。急ぎキミコに報告せねば。キミコ、楽観派の状況は危機的です。兵元は、コラン月に昼夜を問わず、虐げられ、命の10日が消えかけております。詳しくはなぜ？コラン月は、聖域の首領、アリツエンと、ミコの僕の馬ことと結託し、万の兵を駐屯させております。さらに恐ろしいことに、何らかの邪術を練っているようです。3日以内にも、宮中に攻め入るつもりのようです。3日か。やはりそうか。ジャク様、出兵して包囲しますか？落眼は派遣地ゆえ。強行すれば必ず、野兵を失いましょう。ましてや、兵元が奴らの手に落ちているのです。馬を用意せよ。明日。
私が自ら落眼はへをもむく。なりませぬ。コラン月はあなたを骨の髄まで恨んでいます。行けば、命の保証はありません。私を恨んでいるからこそ、私に会うのだ。アルジンは、自ら布陣せねばならぬ。掃除、よくも一人で乗り込んできたな。兵元の老いの地は、国の根幹に関わる、来ざるを得なかった。問答無用だ。殺してしまえ。待て。総国士が一人で来るとは、もしや何か策があるのか。疑うのであれば、腹を去って話そうではないか。望みは何だ？膝をついて命乞いをしろ。老いぼれ皇帝を返して欲しくば、ツバメ国の天元と引き換えだ。コラン月、相変わらず気が早いな。こちらは、聖域の見事をお見受けする。貴殿からは、見覚えのある気配を感じる。総国士、噂に違わぬ恩人だ。機械魔術を使いよって死にたいのか。腰の玉は医学だけている。今日はたけしを振るうべき日ではない。グッド。もういい。来たからには、ここに留まってもらおう。本当にここで、私と使徒を演じるつもりか？慎重なあの男が一人で危険を冒すはずがない。罠がある。用心せよ。今は戦う時ではない。静止をかけぬというのなら、いいだろう。ならば、自ら関運術を捨てよ。そうすれば、皇帝の命を助けてやってもいい。そうだ。奴の関運術を封じるのだ。どうやって信じろというのだ。選ぶ権利はない。修行で得た力を捨てぬのなら、兵元の命の保証はありませんぞ。わかった。約束しよう。関運術を捨てればいいのだな。だが、まず確認させろ。兵元がご無事かどうかを。何の企みだ。もし、兵元がすでに害されていれば、私が関運術を捨てても、無駄死にではないか。一目合わせるくらい構うまい。血もとろをへつれていけ。兵元。そう、今日、よ、来るべきではなかった。兵元。今すぐお助けいたします。掃除。合わせるという約束は果たした。次はそっちが約束を果たす番だ。私が自ら兵元の鎖を解く。させるか。兵元、早くお逃げください。逃がすな。まず、牢の中に陣を敷いていたか。は、おえ、行け。逃げるな。ジャック様、早く兵元を連れて脱出を。兵元、失礼いたします。救い出せると思っているのか。殺す。青子、後始末を。御意。ふん。ははははは。どこへ逃げようというのだ。罠だったか。わざと私を招き入れたのか。ジャック様、力及ばず、申し訳ございません。掃除。今日は、お前の何日。今日こそが、貴様の最後だ。私が、まず掃除の首を取ってやる。申し上げます。一大事です。超公主、外に大軍が押し寄せております。小判衆が率いています。少なくとも、5万の精鋭が、なんだと。どうやら、今日は決死の戦いになりそうだ。まずい。ここに閉じ込められれば、全滅してしまいます。今更逃げようとしても、もう遅い。天候よ導け。血戻れ。雷よ。
何をするつもりだ？これは、恐ろしいまでの力だ。コランゲツ。もうお前に逃げ場はない。掃除の関運術が店内まで呼べるとは。公主様、撤退だ。行け、早く撤退しろ。この雷こそが、私の千軍万馬だ。ああ、父上はいかがですか？ご無事なのですか？牢で拷問を受けたのでしょう。それに驚きのあまり気絶したようです。先に父上をお連れ帰りください。私は軍を率いて攻め入ります。なりません。落眼は早うが命。守りやすく攻めにくい。今戻れば、必ず待ち伏せに遭います。ジャック様、我が軍の士気は今、最高潮です。コランゲツが外敵と通じています。あの胸は実に狡猾な女だ。必ず奥の手があるはず。今戻れば、相手の思うツボです。まずは兵元を連れて脱出するのが何よりも先決です。わかった。全軍に伝えよ。全軍、怒り撤退せよ。は、退け。は、老いぼれ皇帝め。薬の時間だ。卑怯者め、断る。父上、これは聖域の聖薬です。飲めば生まれ変われます。母は、我が血にて、汝の魂を縛らん。今より後、汝母が傀儡となれ。よし、これで老皇帝も、我らの言いなりだ。掃除たちが助けに来るのを待ち、奴らに傀儡となった皇帝を連れ帰らせるのだ。その時、ないと外で呼応すれば、ツバメの天元は、容易に手に入る。ははははは。うん。父上、すぐに私のために、この天元をかくっていただきますわ。コランゲツの残党は、未だ野心を捨てていません。どのもと、これからは、強硬な手段も必要です。昨晩の話は、すべて覚えています。兵元が無事にご帰還された今、秦、龍太、塩掛けして、小川をお守りいたします。逆賊コランゲツは朝廷を見出し、兵元を拉致しました。その罪、万死に値します。秦に命を戻され、軍を引き、残党を殲滅し、国宝を正したく存じます。劉将軍の申される通り、兵元が災難に襲われたのは、すべては韓国の不手際によるもの。今や、兵元が帰還されたのです。兵元自ら申請を取り、浅綱を立て直すべきです。参考士は未だ若く、経験も浅い。我ら新元の考えでは、これ以上体験を委ねるべきではありません。悪くない。コランゲツの反乱は、未だつつしまらず、政局は動揺しております。もし参考主が韓国を続ければ、民心が揺らぐことを危惧いたします。兵元、どうか、命を撤回し、自ら対局を差配してください。この件だが、慎重を期すべきかと、第三王女とのもとは、人と苦に熱いとはいえ、ですが、経験が不足しております。兵元が再び調整を取られれば、民心も安定するやもしれません。第三王女の勧告中、減税を行い辺境を慎め、功績もございました。しかし今の情勢は、
兵元のお祭壇を仰ぎたく存じます。劉将軍は護衛と申しておりますが、それが真実かどうか、別の野心があるのでは。第三王女が韓国を務め、宗氏がそれを支える。お前たちは、明らかに、兵元を形骸化させ、権力を独占するつもりだ。いかにも、古蘭月に過ちがあったとはいえ、超公主の決闘を、養育抹殺して良いものか。王女に国を守る志があるなら、本文に立ち返るべきだ。権力を望むべきではない。無礼者、兵元が危難に襲われた際、お前たちはどこにいた？第三王女は気球に命を受け、朝局を安定させ、災税を減免し、兵を出し、救出した。それゆえ兵元は無事帰還されたのだ。今だ、賊が平定されぬうちに、内輪もめを始めるとは、何の企みだ。私の韓国は、兵元の親宗によるもの、天元が認めるところである。劉将軍、その方の忠勇は、称賛に値する。許す。軍を率いて、古蘭月の残党を撃て。だが調整のことに、口出しは無用だ。どの元。それは独断専行では、兵元、第三王女を罰してください。大不敬の罪にございます。乱親族締め、たわごとを吐くな。すでに調べはついている。お前たち、歩行派の中に、兵元を擁護する名を借り、密かに古蘭月と結託し、流言を放って、軍心を見出す者がいる。者とも、王女殿もと、貴様らとこ蘭月の残党が、通じていた証拠は揃っている。その罪、万死に値する。こやつらを天狼へ連行せよ。沙汰を待って。何をする？話せ。どの元の命。謹んでは異象をいたす。必ず野族を平らげつばめ、国を守らん。晩秋、その鉄腕ぶり。実に見事、世の意にかなう。お前という奴は、これまでは、あまりに、無欲すぎました。それで良いのです。これより、朝廷の祭り後は、当面、そなたに一にしよう。これより先、もし二心を抱く者がいれば、元宮は、決して容赦せぬ。諸教、国事を最優先とし、元宮と兵元を補佐して、天元に安寧をもたらすのだ。御意。聖域の辺境が不安定ゆえ、兵を増やしたい。皆はどう思うか？父上、英断でございます。直ちに手は言いたします。兵元、3万の増兵は、兵糧の不足を招く恐れだ。3万と言ったら3万だ。兵元は今日、少し様子が変だ。今日の朝廷での振る舞いも、どこか弱々しく見えた。権力をそなたに委ねると言いながら、今はあまりに気まぐれすぎる。先日、恐ろしい目にあったせいかもしれぬ。兵元、脈を拝見いたします。許す。脈が乱れている。何かが潜んでいるようだ。宗氏、大丈夫か？まずい。宗氏、どうしたのだ？聖域の妖術だ。胸は本当に兵元へ罠を仕掛けていた。宗氏。元彼、神は疲れた。宗氏。そう、お薬の時間です。必要ない。あなたは、犬くらいが揺らぎ、こんくらいが逸れている。青子。姫様。見て、そう殿。そう。殿、彼はどうしたの？ジャク様は聖域の妖術にかかり、正気を蝕まれています。逆賊どもめ、皆、死ぬがいい。宗氏、しっかりして。目を覚まして。
晩秋。早く逃げろ。自分を抑えられない。晩秋。晩秋、早く行け。私が、抑えが、自分自身を抑えられないんだ。早く逃げるんだ。青子。彼を救う方法はないの？私は非力で、どのような方法で、ジャック様を救えるのかわかりません。ですが、手はあります。昏睡から目覚めさせる方法が。私は幼き頃より、弱用の母上から多大なる恩を受け、血脈が繋がっております。諸葛家伝来の血脈を受け継ぐ者として、私の血なら、役に立つはずです。さあ。お目覚めですね。さっき、お体に触りましたか？いいえ、大丈夫です。ごほ、ごほ。ようやくお目覚めですね。キミコ、この薬効で意識を保てるのは、半徳の間だけです。妖毒が、すでに血脈に侵入しています。必ずや手立てがあるはずです。ごほ。筆を。ごほ、ごほ。青子、急ぎ薬を調達せよ。間を。キミコ。青子、急ぎ退院液薬を取って参れ。候。参考主伝元、薬となる急転換根草は、とうに絶滅しております。まさか。本当にもはや手立てはないのですか？実は、もう一つ、方法がございます。何です？早く言ってください。どのような方法でも、私は、早漏を救いたいのです。それは、院様の交わりが必要です。誠流の木を持って引き渡しさねばなりません。いわゆる、総参道渡りでございます。どのような方法であろうと、必ずや早漏を救います。早漏。何としても、あなたを救ってみせます。これは？毒が溶けている。早漏、お加減はいかがですか？君が救ってくれたのか。いけません。お傷が治ったばかりです。
私が即位した暁には、燕国の半分の領土は、お二方のものとしましょう。承知した。我が聖域の大軍が、必ず、野鳥公主の大技成就を助けましょう。うん。燕国ごと赤子の手をひねるようなもの。申し上げます。超公主殿のもと、掃除がお目通りを願っております。奴がなぜここへ？今回こそは、二度と生きては返さぬ。落ち着け。私の傀儡術で呼び寄せたのだ。超公主殿のもとに、ご挨拶申し上げます。何をだ？兵元のご命令により、和議の交渉に参りました。3回回れ。見るがいい。奴はすでに、完全に、私の掌中にある。ひざまずかせろ。掃除。ならば東王、前線の戦況はいかがか。兵元はすでに、5万の精兵を派遣し、聖域の三重山、一帯に駐屯させております。兵糧は水路で運ばれております。三重山か。良いぞ。あそこは攻めやすく守りにくい地だ。父上も、いよいよ追いぼれたな。核も愚かだとは、我らはただ、三重山に伏兵を置いておけば、奴らを一人残らず、殲滅できる。そのまま長久な追い入りするのにだ。向こうから飛び込んできた獲物だ。いっそ、私が直接操ってやろう。超公主殿のもとにお使いいたしましょう。だが、私を裏切るようなことがあれば。決して二心はございません。3日の地に、出兵せよ。なりませぬ。命に背く気か。どの元の海を案じてのことにございます。詳しく申せ。南の道は進軍こそ早いものの、燕国の密偵に察知されやすくございます。故に、北の道を進むべきかと。北の道か。確かに、北の道の方が得策だな。この若造、なかなか切れるようだな。傘本に加えて参謀にできれば、天祖は小中に収めたも同然だ。者とも。はっ。掃除を連れて行け。焦るな。掃除。そなたは一度戻れ。そちらの状況を逐次、報告するのだ。は。報告！申し上げます。聖域の大軍が国境に迫り、すでに幹が陥落いたしました。現在、三重山一帯を突破し、中原へ攻め込まんとしております。どの元、下級の世は、即時の徴兵にございます。私は提案いたします。各州より10万の兵を徴用すべきかと。徴兵を急ぐ必要はない。狙いは、奴らを誘い込み、袋のネズミにすることだ。ああ、なんと。どの元、今や国難の時、もはや、あの不確かな関運術に、頼るわけには回りません。軍機を逃してしまっては、取り返しがつきませぬぞ。さようでございます。これは、その通り、聖域の大軍が迫っており、速やかに対処せねば、大変な事態になりますぞ。どの元、私に命をお戻しください。1万の精兵を率いて、落砲はへ向かい、逆賊、コランゲツの首をかくって参ります。もし今彼女を殺せば、アリツ園が警戒し、撤退してしまう恐れがある。一体どういうつもりだ？長年にわたり、聖域はたびたび我が燕国に侵攻してきた。戦乱は絶えることがない。今回彼らを引き入れたのは、一網打尽にするためだ。言うのは簡単だが、一体どんな方法で、この騎兵たちを一網打尽にできるというのだ。まったくだ。そうだとも。そんなこと不可能です。乾くらいは警告を示し、こんくらいは動揺している。今聖域の敵軍は、すでに北面から急行軍で密林に侵入した。馬鹿げたことを、北千は地勢が険しい。思考ルートであるはずがない。ましてや連中は騎兵だぞ。報告いたします。報告。北千の密林にて、聖域の主力部隊を派遣。我が軍の守備要塞が2カ所突破されました。これで、まだ疑う者はいるか？国士の判断を。奴らは要塞を突破したのだぞ。
まだ反撃しないのか。今こそその時だ。竜武士。は、精鋭300を率いて、聖域の敵軍を伏撃せよ。御意。相手は10万の精鋭。しかも騎兵だぞ。国士、わずか300とは。急げ。目的地に着いたら、この勤怠を開け、中の指示に従うのだ。承知いたしました。3日の子、私が兵を率いて各門間へ向かい、お前たちと合流する。即戦即決だ。お前たちは野襲を仕掛け、そのまま形状を落とせばいい。よかろう。各門間さえ突破すれば、我が聖域の敵兵が必ず夜景場を蹂躙しよう。私はすでに呪術を施した。一時的になら、掃除の関運術を封じられる。だがなんだ？ことがなった暁には、約束した3つの城を差し出してもらうぞ。この私が即位した暁には、5つの城を与えよう。話が早いな。では、そういうことで決まりだ。その時が来れば、誰一人逃がしかしない。聖域全部を私に服従させてやる。報告。聖域の騎兵が、北線の第一重要拠点を突破しました。安易七鎮。安易七鎮が、これほど早く。報告。辺境が危うございます。援軍を要請します。なんだと？どの元、安易氏はすでに陥落しました。国境には騎兵がなだれ込み、我らには逃げ場がございません。いっそ和議を申し出ては。和議を申し出ましょう。今日の都が危ういのです。今すぐ和議を結び、コラン月を朝廷に戻しましょう。再び彼女を皇太子に立てれば、我らを見逃してくれるはずです。皆様、ご覧ください。龍毛将軍が軍を率いて要衝を守っております。しかし、わずか300人では何の役に立ちましょう。お前のその錦の袋は、兵を呼ぶ符ではあるまいに、それでまさか、天から、10万の天兵でも呼ぶつもりか。これはどういうことだ？案ずるな。報告。大変でございます。龍毛将軍の兵が町を捨て逃げました。皆、山の方へ逃げたと。なんだと？やはり言った通りだ。300人など、何の役にも立たん。私だって逃げ出すわ。おしまいだ。もう終わりだ。これで全ておしまいだ。今のうちに家に帰り、荷物をまとめよう。待て。皆、落ち着け。殿元、ご報告です。前線より急報が、戦況が一変しました。龍毛将軍が袋を開け、策を講じたのだな。その通りです。突如として大雨が張り、龍毛将軍が稼働と、貯水池を切り開きました。濁流が押し寄せ、四方の山から水が流れ込みました。聖域の騎兵は甚大な被害を受けました。姫様にご報告を、北線の戦況が急激に悪化しました。掃除率いる軍が立て続けに3つの城を落としました。我が軍は壊滅的な被害です。西側の山谷もすでに敵に占領されました。そうやめ。いかにして陣を見破った？僕だ。誠、お前の不術で奴を操っていたのではないのか？ありえません。知樹により、その心身を縛ったはず。今は傀儡のようにうつろなはずです。役立たずめ。北線は陥落した。我が灰元の精鋭も全滅だ。早めに撤退して、逃げ延びたから良いものの、さもなければ、この私も命を落とすところであった。コラン月。これが貴様の言う、万全の策か。もっと早く気づくべきだ。掃除は最初から一度も、操られてなどいなかったのだ。奴はあえて弱みを見せ、私を罠に誘い込んだのだ。掃除が操られていないのなら、すでに、死の方闇を敷いているはず。うん？今更おじけづいたのか？そもそも誰が自信満々に保証したのだ。秘術は万無一失だと。貴様が掃除をやすやすと逃がしさえしなければ、奴に反撃の機会などなかったはず。超皇子様は責任転嫁がお上手だ。あなたが功を焦って、決起を早めさえしなければ、ここまで無様なことにはならなかった。黙る。貴様の秘術は未熟な分際で、
掃除を操ろうなどと慢心したのだ。貴様が無能でなければ、奴はとっくに行けるし、カバネとなっていたはずだ。貴様。我らの被害は甚大だ。これ以上深入りはできぬ。一旦退くべきだ。体勢を立て直し、再起を期すのだ。今更撤退などして、間に合うと思っているのか？掃除がこれが作中作だと気づいた以上、我らは二人とも、奴の手の中の袋のネズミなのだ。あなたが強引に、皇帝を幽閉しさえしなければ、掃除という疫病を、身を飲み続けることもなかったものを。私が最も後悔している決断だ。信じてしまったことだ。聖域の幼女である、貴様のたわいをな。兵元、工業遊ばされました。ああ。兵元。父上、なぜ私を置いて行ってしまわれたのですか？兵元。兵元。国に居ついた日たりとも、君主がおらぬわけには参りませぬ。兵元は崩御の間際にこう遺言されました。三公主は人事にして聡明なり、大統を継承するにふさわしいお子であると。なりませぬ。なりませぬ。燕国の長い歴史において、女帝が即位した先例など、一度もございませぬ。三公主がいかに賢明であろうとも、所詮は女子。いかにして親民を従わせるおつもりか。その通りです。女子が祭り語を行えば、天元は大混乱に陥るでしょう。外敵も越した、淡々と聞きを伺っております。攻め込まれるのも、時間の問題かと。三公主におかれましては、社職を第一に考え、権能なる者にその座をお譲りください。私はただ、燕国の安寧を願うのみ、皆様にふさわしい人選があるというのなら。女子が皇帝になれぬと誰が決めた？三公主には、至高の紫運が宿っておられる。まさに金峰が点をかけるがごとき。随長なり、これぞ天命の返すところ。じら、文をわきまえぬか、天命に背こうというのか。国師よ。皆の言い分も一理ある。思うに、旧王爺こそがふさわしい。晩秋よ。私はもう追い先短い。この重責を担うのは難しい。それに、お前の父上と同じく、私には後継ぎがおらぬ。王爺、あなたは一族の長老であり、人望も厚い予報。もし暫定的に祭りごとを取れば、天元の民心を慎めることができ、世間の口を封じることもできましょう。情勢が安定した後に、継承を論じれば、まさに一挙両得ではありませぬか。よかろう。燕の社職のため、私がしばらくの間、その人に当たろう。王爺が継がれるのは、時期にかなっている。女が実権を握るよりはるかに良い。申し上げます。報告いたします。皆様、宮殿の外で噂が流れております。国司の掃除が、王女を即位させるために、密かに兵元をし逆したと。なんだと。やはりな。かねてより疑っていたのだ。兵元の崩御には不審な点があるとな。貴様のような用人の仕業に違いあるまい。威逆の罪、旧族皆殺しに処すべきだ。者とも、掃除を捕らえよ。でたらめだ。掃除は日夜、父上の看病をしていた。死逆などあり得ぬこと。これは逆賊が流したデマに違いない。我が朝廷を見出そうとしているのだ。コラン月は策を浪し、兵元の拉致に失敗したため、このような卑劣な罠を仕掛けたのです。皆がこの無根拠な話を信じれば、それこそ敵の思うツボではありませぬか。それも一理ある。しかし、これでは、どうすればよいのだ。皆、黙れ。兵元の亡骸も、まだ温かいというのに、内輪もめを続けるとは、なんたる無様か。この私が命に変えて西洋。掃除に二心など断じてない。今なすべきことは、一に国葬を執り行い、父上を安らかに眠らせること。二に反乱を鎮圧することだ。父上、あまりに突然の旅立ちでした。この最後の一握りの異界を、娘が肩身として持っておきます。どうか天国で安らかにお眠りください。晩秋よ。兵元は行かれたのだ。あまりお悲しみにならないでください。燕国の民には、あなたが必要なのです。あなたがいてくれてよかった。功労た。そうでなければ、私一人では
どうすればよいか、わかりませんでした。すでに民心を慎めるよう手配しました。虚言を流布した逆賊どもは、すでにこの場で処罰いたしました。長徳さん、朝廷の管理のみでありながら、逆党、と結託し、虚言を広め、民心を惑わしたな。罪を認めよ。どの元、お命助けください。コラン月のキューブ元に脅されたのです。従わねば、一族皆殺しにすると、一時の迷いだったのです。どの元。金品を受け取り、密かに防衛情報を流し、逆党の民衆扇動を助けたのだ。脅されたの一言で済むと思うか。妖言で民を惑わすとは、たじた難直りに、さらに混乱を招くとは、今日、貴様の血をもって、崩御された兵元の御陵を祀り、天元の民心を案じるのだ。長徳。主君を裏切り国に据えた、救い様のない大罪だ。ローヘレン公せよ。3日後に切り首に処す。ああ、どの元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 、お助けを。吉時なり、燕国神帝即位の大典、開式。神元一同、拝礼せよ。女帝兵元、おめでとうございます。万歳万歳万々歳。皆の者、面を上げよ。兵元に感謝いたします。今日、陳は天命を授かり、父公の意志を継ぎ、帝位につく、権力のためではなく、燕国の民草のためである。父は生涯を国に捧げたが、だが、逆賊に陥れられたのだ。陳は必ず野鳥帝を正し、太平を長く続かせよ。女帝兵元は、意図得と聡明さを兼ね備え、天の加護を得ておられる。我ら神元、塩かけして忠誠を誓います。韓国を務められて以来、減税を行い辺境を案じられた。これこそ民の望むところ、まさに燕国の福にございます。関雲術が啓示を示した。今日、我が燕国に、紫木、東来、金峰商店の兆しあり。まさに兵元の天命を示すもの。兵元が本日即位されたことは、民心に従うのみならず、国運を慎め、邪気を払うことができよう。皆の者、力を合わせ兵元を支え、太平の生成を築こうではないか。陳が即位した後は、民生を最優先とする辺境の将兵には、すでに追加の補給を見て、被災地には租税を減免し、備蓄米を放出した。朝廷に私利私欲を貪り、腐敗する者がおれば、決して容赦はせぬ。総国師が運勢を占い、3日後、辺境に恵みの雨が降る。これぞ大吉の兆しなり。我が燕国の国運は、永遠に栄えん。兵元は懸命にございます。神羅、粉骨再進し、シスマで忠誠を誓います。兵元、関雲術の兆しによれば、国運は安泰なれど、依然として、聖域への警戒が必要です。あの村は不術に長けており、コラン月が落雁は2兵を集めたこと、看過できません。すでに辺境の守備強化を命じた。精鋭を集めよ。もし逆賊が攻め来れば、一撃のもとに叩き潰すのみ。皆の者、肝に銘じよ。身近なものを愛せぬ者に、天元を愛することなどできぬ。陳は人徳をもって世を治め、民を守り抜こう。小判衆が即位し皇帝を称すると、つい先日までは、叔父に上位すると言っておきながら、今となっては、化けの皮を剥いだか。所詮は小娘の女帝よ。殺せば済む話だ。このアリュエンが、聖域の数万の聖域兵に代わり、必ずや恨みを晴らしてやる。今更、見届けてやろうではないか。あの宗人、どれほどの神通力があるのかを。神帝を立てる度胸があるなら、私の非常さを恨むなよ。命を持たせ、直ちに精鋭部隊を編成し、私が自ら率いて、極秘任務を遂行する。
東から殺気が漂っている。古乱月が動き出すぞ。妙だ。関運術が妨害されている。早急に備えねば。お前の不術で掃除をいつまで抑えられる？都に潜入し、小判衆の首を取るには10分だ。この一撃で小判衆に思い知らせてやる。誰が帝位にふさわしいかを。今回の任務、断じて失敗は許されん。超公主に仕をかけして、忠誠を。宗人、今度こそ、貴様の目の前で、選んだ女が、同志に行くか、見届けてやる。古乱月は落眼派に、数日前から兵を駐屯させている。しかし、父として動きがない。実に不安を覚えさせる。彼女のことだ。万全の策を講じてくるはず。私の知る彼女なら、超トラリ山の刑を用いてくるだろう。超トラリ山だと。彼女は少数の刑を差し向け、場外の陣営を猛攻させるだろう。我々の援軍が到着する頃、ここが彼女の誠の狙いとなるはずだ。ジャック様、お名察です。古乱月は昔から、声東撃に死を得意としています。兵元、後ほど、青子と共に、腹心を連れて陣を張りに行きます。聖訓入王。奴を罠にはめてやりましょう。ですが、そなたは今回、聖域の勢いを大きく削いだ。向こうの損失は甚大だ。決して、小規模な攻防では済むまい。その上、陣が即位したことで、古乱月は逆上している。案じているのだ。奴が捨て身の覚悟で来ることを。兵元、ご安心を。たとえ奴の呪術が本物で、関運術を妨害できたとしても、すでに対抗策は講じてあります。すでに選抜いたしました。12名の婦人の使い手を、いずれも近城内における、随一の連達者です。昨晩、府中に、究極名根人、オヌの来ました。場外での決戦と合わせれば、必ず八一網打尽にできましょう。くれぐれも油断せぬよ。古乱月は、今回ばかりは正気を失っている。狂っているからこそ、自ら飛んで火に入るのです。準備にかかれ、すべて計画通りにな。御意。兵元、後ほど夫人の際、この船牢を自衛に命じ、神殿の周囲に張らせてください。これで安泰です。そなたを信じている。晩秋、この剣が片付いたら、共にこう南兵器、春をめでよう。青子も連れて行くのだ。ええ。今宵、小判衆に見せてやろう。誠の天命が誰にあるのかを。超公主、ご安心を、すでに各所に兵を潜ませました。城壁の至るところに、今夜、形状を野襲します。私の呪術は、すでに完全に乱している、掃除の関運術をな。奴は夢にも思うまい。我々の誠の狙いと、その行動の奇跡を。忘れるな。今宵、城内に潜入する目的は、小判衆を生け捕りにすることだ。だが、阻む者がいれば、容赦なく切り捨てん。死をかけして、任務を完遂いたします。出陣だ。小判衆に見せつけてやる。帝位を奪った報いをな。は。掃除。今度こそ、ひざまずいて命、ご言いをさせてやる。国主大人、これほど急ぎ私を呼び戻されるとは、何事でしょうか。今夜は、夜食を共にせぬか。それは、国士冗談はやめてください。前線の戦況は緊迫し、都も聖域の族に荒らされております。ですが、妙なことに、あの聖域の族ども、近頃賢くなったようで、一撃加えては場所を変え、何の戦術かわかりませぬ。放っておけ。ただの陽動だ。さすがは国士。ですが、私を呼び戻したのは、夜食のためだけですか。今夜は客が数名来る。奴らと存分に遊んでやれ。兵元からの招きですか。一体誰が来るんだ。古乱月。
おやおや、黒事圧を罠にかける気か。今夜の夜食は逃せんな。だが、この呪符と同鈴で、本当にあの族を捕らえられるのか。コランゲツ。この究極名根人は、天地の勢いを利用し、五行の理に合致しておる。この月山の石人は、八家の方位に符合する。青子。ジャック様。その銅鈴をあの木の元へ。そうだ、そこが東南の核だ。あ。これは。この人は、月山を骨とし、楼閣を目とし、霧を障壁としておる。見るは誠にあらず、聞くは皆幻なり。つまり、調香師はいれば、迷うということか。迷うだけではない。見えるのだ。会いたいものが、聞きたい言葉が聞こえる。幻影の中に迷い込み、抜け出せなくなるまでな。ジャック様、陣が完成しました。獲物が網にかかるのを待つのみだ。超高手、兵内の霧が以上です。伏兵の恐れが。掃除のはったりだ。ただの目くらましに過ぎん。ただの虚勢に過ぎん。散開して捜索せよ。小判衆を見つけ次第。生け捕りにせよ。他の者は、容赦なく切り捨てろ。はっ。お前たち二人、命じたことを済ませてこい。見ていろ。お前の言うそのものを必ず雇らえてみせる。ああ。この霧、なぜこれほど濃くなるのだ？掃除、虚勢を張るのもいい加減にしろ。小尺な真似を、小判衆を生け捕りにした、いつまでその余裕が続くかしら。この程度の名人で、私を足止めできると思うな。全員、私のもとに集まれ。やってくれるわね。掃除。見ものだわ。この名人がいつまでもつかしら。は？攻守、先に入った者たちが、現実に陥り、同士討ちを始めました。この霧、実に不気味です。役立たずめ、幻人一つ破れぬとは、何のために生かしておいたのだ。もう一度行け。は？今あいつが見えたぞ。ああ、掃除を捕まえたぞ。はは。来るな、貴様ら。妖怪か。ああ。殺してやる。皆殺した。死ね。ああ、うわ。どの元の陣方は、奇妙ですね。ここは一旦退くべきでは。黙れ。掃除。出てきなさい。狐を化かすような真似をして。それが国士のすることか。超公主。せっかくお越しいただいたのです。茶でもいかがかな？もったいぶるのはやめなさい。あの方が苦だわ。ものとも。私に続け。ああ。案の定、挑発に乗りましたね。兵を連れて、先に東で伏せておけ。距離を保つことを忘れるな。国士、ご安心を。必ず、やや面に目に物見せてやります。ははははは。掃除、お前の飼い犬は、今、私の手の中にあるわ。はい？出てきなさい。さもなくば、この者のむくろを拾うことになるわよ。ジャック様、逃げてください。私のことは構わずに。そのものを話せ。取引をしよう。今や、お前が私にこう立場なのよ。まずはこの陣を解きなさい。ジャック様、お構いなく、この幼女の言葉を信じてはなりません。黙れ。3秒やる。陣を解くか、さもなくば、
こいつの死体を回収しろ。コラン月、青語を話せ。お前と俺の恩怨だ。他人を巻き込む必要はない。掃除、最後のチャンスをやる。こいつと小判衆を交換しろ。公平な取引だろ。あはは。ジャック様、私に構わないでください。この幼女の言葉を信じてはなりません。超高指導のもと、まずはこいつの腕を一本切り落とし、掃除に我々の誠意を見せてやりましょう。ああ。やめろ。わかった。約束する。今すぐ人法を解く。最初からそうすればよかったのだ。ジャック様いけません。女帝兵元の暗記は、国家の根幹に関わります。私一人のために、危険を冒してはなりません。今週、本当に陣法が弱まっている。掃除が、本当に陣を解いているぞ。うん。陣は解いた。今すぐ、人を離せ。あ、私を3歳の子供だとでも思っているのか。小判衆をこちらへ渡せ。今すぐだ。さもなくば、決して話はしない。ジャック様、逃げてください。女帝兵元をお守りして、死にたいか。青語。青語。コラン月、お前に、地の負債を地で食わせる。ああ。コラン月、地の負債を地で食わせてやる。ああ。あれは、近畿の術だ。噴天、正気か、厚遇どころか、都全体が、焦土と化してしまうぞ。我々を道連れにする気だ。僕だ誠、早く法術を使え。死ぬのはごめんだ。我が血をもて、陣を破らん。健康を逆に四万法をもこに返さん。ああ。ああ。お前たち3人がかりで行け。貴様らの殺意こそが、俺の武器となる。青子の死を、その地で食わせてやる。公主、奴の法力が、急速に消耗しています。掃除。その封じ、いつまで保つかしらね。関運術の最高教会が何かを知っているか。なんだと？天命の余地ではない。天に行為、運命を変えるのだ。あれは、伝説の噴天流儀には、もずく金龍が急行もとすれば、ここにあるすべては跡形もなく消え去るだろう。掃除。正気か。このままでは全員死ぬぞ。一緒に地獄へ落ちよう。どういうことだ？ここはどこだ？罪なき者を傷つけはしない。お前ごときに彼らを巻き込む資格などない。府中に足を踏み入れた瞬間から、すでに私の人法によって、巨境へと誘われていたのだ。巨境だと？そんなバカな。デタラメを言うな。聞いたこともない話を。不可能なことなどない。我らが十名まで来たのも、すべては小境のりによるものだ。輪廻の方、天地は流転する。すべては起こり得るのだ。アリュエンとムナジェンは、すでに魂が消滅した。生かしておいたのは、朝廷で裁きを受けさせるためだ。お前の罪を天元に知らしめるために。よかろう。前世と根性、我らの恩怨も、これで終わりにしよう。恩怨だと、笑わせるな。人心尽力してお前を支えたのに、お前は疑心暗鬼に駆られ、私に毒を盛ったのだ。それは、お前が私を義いたから。お前は口を開けば、関運術は、家伝の奥義だと言っていたな。だが結局は、倉庫のぞから盗んだものだったではないか。今になってもまだ、倉庫のゾノタワごとを信じているのか。一つ聞こう。去年、お前は、アリュエンと、落眼は出密会し、西北三軍の割譲を約束したな。違うか？どうしてそれを？3-1月前、ムナジェンに命じて、国境の水源に毒を巻き、三皇を主に罪をすりつけたな。違うか？関運術は天気を覗き見ることができる。お前の腐り切った行いは、すべてお見通しなのだ。
前世ではお前に欺かれたが、今ようやくはっきりと見えた。お前の誠の姿が、お前は野心の会であり、王に謀反を着てていたのだ。権力のために天元をもてあそび、手段を選ばぬような人間に、天運を授かる資格などない。でたらめだ。これが真実だ。たとえ女帝になろうとも、燕王国の国運は、お前という女によって、5年のうちに底をつく運命だったのだ。黙れ。勝てば官軍。負ければ賊軍。歴史は勝者によって記されるもの。なぜそう言い切れる？あの小判衆が5年も持ちこたえられるとでも。残念だが、お前が王になることはない。歴史もお前が記すことは叶わぬ。私は晩秋を補佐し、ツバメの破行を継承させる。100年の先までな。うん。藩族、コランゲツを連れて行け。朝廷にて裁きを戻す。行け、歩け。ふん。妹よ、玉座に座る気分はいかがかな？コランゲツ。己の罪を認めよ。あの日、お前が殻に閉じこもる臆病者でなければ、必ずやお前を殺していたものを。よかろう？勝てば官軍、負ければ賊軍だ。あの日、もし私が勝っていれば、お前たち全員が私に膝を屈していたはずだ。これ、控えよ。聖域と結託執事を殺して謀反を着てるとは、万死に値する大罪だ。地位逆だと。それはあの者がお前を偏愛したからだ。私はただ、取り戻したかっただけだ。本来、私のものであったはずのものを。兵元、証拠を提示するお許しを。私が即位した暁には、ツバメの領土の半分を貴殿らに与えよう。よい。聖域の軍勢は超攻守に従う。大技をなさ。これは、ああ。これは、ああ。小判衆を永遠に消し去れぬ。気を見て、この亀の粉を三皇子の食事に混ぜるのだ。ことが鳴った暁には、超皇主様から莫大な褒美がある。はい。私は長公主様によって、永楽府に送り込まれました。今日という日を待っていたのです。ご安心を。私が、長公主様を失望させることはありません。トランゲツ、なぜ、これほどのことを。黙れ。賢明な判断をしろ。今すぐ天元に布告し、私を皇帝に据えるのだ。これ、狂っている。全くだ。現実ごときで、私の罪を、頓王というのか？関運術は、天気を読み解くもの。お前のへりくつなど通用せぬ。兵元、コランゲツの罪状は、明白です。直ちに処刑を。兵元、法に乗りり厳罰に、処すことを願い上げます。はははは。いいだろう。誰もが私の死を望んでいるのだな。母、小判衆。私が死ねば、高枕を安くして眠れるとでも思っているのか。掃除が天気を伺った以上、必ずや天命の判税に遭うだろう。読みの道で、貴様らを待っているぞ。ははははは。ははははは。ははははは。逆賊、コランゲツ、謀反を着て、大逆武道なり、あまたの罪を合わせ、死罪に処す。者とも、これを取り押さえ、大老変異せよ。3日後、馬門に手切り首に処す。ははは。は、はははうぜす。ははははは。行く。ははははは。ははははは。
早くに掃除を信じていれば、これほどの事態にはならなかったものを。今瀬は、私の負けだ。だが、私を裁ける者などおらぬ。巫女のりを伝えよ。法天正運、皇帝、巫女のりして曰く、先帝を追封し、聖徳人した消し皇帝とす、公領に厚く葬れ、中心、青号鎮国公に追封し、公爵の霊をもて暗葬せよ。古蘭月は、王女の霊性をもて葬る、以上である。兵元の人徳、強越至極に存じます。神河転生を見るに、紫木が東より来たり、随雲が集まっております。おう、ははははは、見よ、は我が燕国の機運は、正則に戻り、これより、100年の太平を享受できましょう。天、大燕を助けり、兵元、万歳。本日より、天元に退社を布告する、風情を3年間免除し、無本鎮圧に功のあった死んだすべてを追封せよ。兵元、英断にございます。候。すべて、ようやく終わったのですね。兵元、すべては、ここから始まるのです。太平の世を、共に守ってまいりましょう。今日、陳と国司の婚礼を執り行う、秦だよ。皆を招待する、証人となってくれ。風雨を経て、今、ようやく安寧を得たのだ。兵元と国司様は、幾多の困難を乗り越え、ついに結ばれました。まさに燕国の幸いにございます。いかにも、国司が窮地を救ってくださらねば、あい燕は、とうに途端の苦しみにあえいでいたでしょう。さよ、その通りだ。おめでとうございます。今日というか日にちに、私に、関運術をもって燕、国の福を祈らせてください。おう。実に見事な小髄だ。素晴らしい。母は。ははははは。天に吉兆が現れた。これぞ。小髄なり。さようでございますな。天に小髄が現れたぞ。ははははは。実に見事だ。小髄なり。百花が咲き誇っておる。これこそ小髄だ。これより先、関運術は太平の世の祈祷にのみ用い、二度と剣謀術数には関わらせませぬ。よい。関運術を天元太平のための力とし、権力争いの道具にはさせぬ。兵元、英断でございます。国士。人徳に満ちておられる。関運術が祈祷のために使われるとは、まさに民の幸いでございます。私は兵元と共に、この太平の生成を分かち合い守り抜きます。天祖が順風満帆に恵まれ、国やスタミアンであることを願います。そして、あなたと私が、共に白髪の生えるまで添い遂げられんことを。兵元と国士を、ことおぎ申し上げます。末永く心を一つに、大燕の国運が隆盛を極めんことを。兵元、この一生において、私はあなたを裏切りはしなかった。天元と、そしてあなたは、私の生涯の幸せであります。